こんにちは、アルマです。初めての方、いつも見てくださる方、動画を見てくださってありがとうございます。今日もカードからのメッセージをありのままお伝えしていきたいと思います。よろしくお願いします。今日のテーマは、連絡が途絶えてしまったあの人が今感じているあなたへの思いと本音です。連絡が来るか来ないかも一番最後に聞いていきたいと思います。じゃあ今日はこちらから選択肢選んでいきたいと思います。1枚目です。2枚目です。3枚目です。じゃあこちらの中からピンとくるもの直感で1枚お選びください。もし選びきれなかった時は2つ見ていただいて大丈夫です。それでは1番のカードを選んでくださった方のリーディング始めていきます。それでは浄化します。それでは早速始めていきます。まずはじめにお二人の今の距離感や関係性見ていきたいと思います。1枚目、ソードのページです。お、飛びました。こちら採用します。カップの10です。カップの9。お二人、連絡途絶えてると言っても、関係が切れてしまっているというよりかは、ただただ連絡が、ついてない、そんなに離れてる印象が全くないですね。気持ち的にもすごくつながってるし、そうだな。長期的なね、お付き合いとかもイメージできてそう。先のね、もうこのイラストの通りなんですけれども、将来一緒に家庭を築きたいとか、なんかそういったくらいの気持ちのつながりがあると思います。で、カップの9もこちらはウィッシュカードなんですよね。願いが叶うとかそういったものなので、本当一時的に連絡が途絶えてしまっているだけなんじゃないかなって思います。もう両思い。ただ、ご連絡がね、ついてないっていうのは、このソードのページがね、言ってるのは、言葉が見つからないとか、なんかこう、どうやって答えていいんだろうとか、どう話しかけたらいいんだろうとか、そういったところがちょっとまだ、積極的にできない。もしあなた自身がそうだとしたら、今連絡が止まってしまったことによって、どうやってこう切り口をね、見つけていったらいいのかとか、お相手自身もそんなような感じで言っていますね。関係は全然、切れないとかっていうよりかは、止まってるとかっていうのは全くないです。ただ連絡が途絶えてしまっているだけに感じました。そしたら、なんでって言ってもね、言葉が見つからないとか、っていうことをすごい言ってくるんだよな。お相手の状況ね、見てみようかな。この言葉が見つからないのがあなた自身だけなのか、お相手自身がどういった状況でこうなってしまっているのか。こちら、カップの7。もうカップだらけ。気持ちはちゃんと伝わってると思う。ペンタクルのキング。ただお相手あれなのかな、お仕事が忙しいとか、そんな感じかな。なんかお仕事を頑張りながら、あなたとの関係をこう自分がね、こう継続できる。どんなに仕事が忙しくても、あなたのことがすごく大切だし、すごい好きだから、両立していけるってお相手は思ってたかもしれない。
だけれども、ちょっと思ったよりも仕事がハードでやらなきゃいけないことがある。あと、責任をこう抱えないといけない状態っていうので、今お仕事に意識が向いちゃってるんですよね。それでちょっと恋愛と両立っていうのが難しいかもみたいな、そんなところ。ただあなたを拒絶して連絡が難しいって言ってるだけじゃなくて、ただ時間とか体力とか、あなたが連絡を待っているとか、あなたに連絡をしたいっていう気持ちは全然あるんだけれども、完全にお仕事にスイッチしちゃってる、やらなきゃいけない、そっちにリソースが割かれてしまっていて、そこまで現実的に回らなくなっちゃっているって言ってます。本当はね、前まではできると思ってたんだと思うんですよね。それぐらいあなたのことがすごく好き。だけど、ちょっとやってみたら両立がすごいできる状況じゃなくなっちゃったって言っています。そんなところかな。お相手のお気持ちを聞こうとしたんだけど、お相手のね、気持ちはね、もうすごくあるの。カップがね、3枚も出てきたでしょ。で、ウィッシュカードで、一番強いのこれですよね。カップの10。なので、気持ちを聞くほどでもないんだよな、正直なところ。どうしようかな。何聞こうかな。そしたら、ここの部分ね、今お話しして不安になっちゃった方もいると思うので、現実的にね、ちょっと難しいなって、お相手今感じてるみたいなんだけれども、それをどうしていくつもりなのかっていうのを聞いてみようかな。お相手の望みのところですかね。どうしていきたいのかとか、そういったところ聞いてみましょう。なんか落ち着きたいって言ってるから安心してほしいんじゃないかな。自分は今お仕事だらけで、あなたと仕事の両立っていうのがちょっと難しい。だけど気持ちはねあるから、ここでも言ってるんだけど、2人の関係を安定させたいって言ってる。でも安定させたいならねえっていう連絡ぐらいしなさいよって思うけどっていう感じかな。お相手が言ってるのはな。もう1枚引いてみましょう。リリー。もう純粋な気持ち。ただね、お相手はね、成熟した恋愛っていうものを求めているかもしれないね。なのでここでも言ってるけど、落ち着いた関係だから、連絡があるないとか、そういった表面的なところだけじゃなくてつながれたらいいなって言ってる感じがしました。そんな上でお相手があなたに対して抱いてるお気持ち聞いてみようかな。もうなんかこんな出方したから、私がこれを聞こうかなとか思ってた質問が全然できないんだけど、でもね、ちょっと臨機応変にね、カードが出たところで気になるところを引いていきますね。こちらワンドのページ。ワンドのキング。ワンドのセブン。なんか全部ワンドできましたね。お相手はね、勢いで、なんていうのかな、先走っちゃったことっていうのを、後悔っていうよりかは、なんか、しくじっちゃったなみたいな。自分が勝手に、そうやってあなたのね、気持ちとかを考えないで、仕事が忙しいにもかかわらず、あなたとの関係を育んでいけるって、
プラスな方向にしかね、その時考えてなかったんだよね。それについてちょっと申し訳ない気持ちっていうのをお相手は抱いていそうです。だけれども、その情熱っていうものに関して責任を持ってちゃんと最後までね、向き合いたいって言ってるんですよね。だから、あんまり自分はね、すごい頑張ってるって言ってるんだよね。だけど、今は、立場的にね、これお仕事の場所のことなのかな、あなたのことなのかな、もしかしたらあなたが、この連絡がね、ちょっと細くなってきちゃったことに対して何かお伝えしたかもしれないし、お相手がお仕事の現場で、プレッシャーとかでね、ちょっと苦しんでるかもしれないんですけれども、ちょっとね、お相手はプレッシャーを感じてしまっているみたいだね。だからそれに向かっていきたい、責任をちゃんと取りたいって言ってるあなたに対して、ちゃんと説明をしてくるんじゃないかな。なんかしたいって言ってますよ。そしたら、じゃあどうするのっていうところだよね。お相手が、今の状況ね、ここではお二人の関係っていうところに対して、どうしたいのかって聞いたけど、今こうやって連絡がちょっと細くなってしまったことについてどうしていきたいのか聞いてみましょうかね。こちら、ペンタクルの8。チャリオット。もう十分だな。もう2枚ですごい伝えてきたね。向き合おうとしてるんだけれども、すごい向き合おうとする。多分連絡してくるんじゃないかな。だけどなんかね、ペンタクルの8逆1。なんかもしかしたらあなたが欲しいものじゃないかもしれない。例えば会う時間が欲しい。だけどそこについてはちょっと答えられないかもしれないけれども、連絡っていうのはしてくると思う。すごい忙しい人なのかな。なんかね、物理的に難しいって言ってるんですよね。今、本当に忙しそうだな。例えば物理的なところなので、距離が離れてしまっていたり、時間っていうのが結構来そうだけど、なんかそんな感じで言ってるかな。ただお相手はあなたに向き合っていきたいって言ってる。ちょっとここのね、矛盾について聞いてみようかな。サンクチュアリー。もう一枚引こうかな。そうだね。ちょっと、一旦お相手はね、今ね、自分のやり方っていうものに、こだわっちゃってる部分もあるから、だから、これ逆位置だったな。だから時間だったりっていうのがかかっちゃうのかな。そんな風に言ってる。なので、あなた自身がすぐに連絡を望んでいるからといって、お相手はあなたのために連絡をしなければっていう思考にはならないかもね。あくまでも自分のペース、って言ってるかな。どれくらいなんだろうな。連絡が来るのは分かったんだけど、ちょっと数字引いてみようかな。この気持ちが離れてない、もう両思いというかね、あなたのことがすごい愛情を持って気持ちの上ではあったとしても、
ちょっと仕事ばっかりなんだよな。で、責任は取りたいとは言ってるんだけれども、結局自分のペースっていうところを言ってるんだよな。まあ、ただ、二人の関係は落ち着いたもので、神聖な愛情って言ってる。そうだな。ちょっと仕事すぎるな。連絡は来るのかな。いつぐらいにね、なるんだろう。おっと、飛び出たよ。14。連絡自体は2週間くらいで来そうだね。だけれどもね、狐でしょ？結局仕事のことが頭のメインにはなってる。そうだな。例えば、まあでも連絡2週間かな。ただね、そう、今も言ったけど、すごい仕事のことばっかりだから、もしかしたら、例えば未読だったのが既読になるとか、なんかそれぐらいのアクションになっちゃうかもしれないな。例えばね、LINE のさ、ブロックとかをされてる方とかだとしたら、2週間くらいで解除されるとか、そんな感じがしました。なんか、そうだな。まあでも連絡来るか聞いて14だったんで、連絡自体はあるのかな。なんかね、ちょっとこう、状況、どれぐらい距離が空いてる人が見てくださってるかによって、ちょっとここら辺は変動するっていう印象があります。じゃあ、どんな時にね、連絡をしてくるのか、したいとお相手が思って動くのか聞いてみよう。ワンドロログ。そうだよね。だってお仕事頑張ってるんだもんな。お仕事で達成した時って言ってるかな。で、この達成っていうのが、どのレベルで達成とご本人が、お相手がね、感じるのかっていうのは、難しいよね。こっち側の判断としては。もう一枚引きます。飛んだ？こちら採用します。ザ・ワールド。これね、今、ひっくり返ったから制約わかんないけど、まあでもどんな時って聞いてワールドが出たんで、政治の方が正しいと思うんだけれども、やっぱりお相手自身は今お仕事モードなのかな。だったらね、そんな付き合うとか、距離縮めるとかしないでほしいけど、ただね、お相手は、ここでさっき言ったんだけど、できると思っちゃってたんだよね。このカードって、まあ要はいろんなものが欲しいっていう、もう、お花畑みたいな自分ならできるみたいな、あれも欲しい、これも欲しいみたいな、お花畑状態っていうカードなんだけど、で、それが逆で出てきたから、まあ、そういうわけにはいかなかったっていうことを受け入れてる時に出るんだけど、もうまんまそんな感じで、あなたとこう、距離をね、縮めてた時はもう気持ちが先行した。ここでも出たじゃない？感情的に進んでしまったことをちょっと反省しているみたいな。だからその気持ちがもう絶対どっちも欲しい。仕事も頑張るし、あなたとのこう恋愛をね、育むことも自分にはできるって、その時は思ったんだけど、現実問題できなかったことを反省していて、っていうのがね、もう、こっち側にもつながってで言ってるんだよね。だけれども、お相手は、だからといってあなたを手放すとは言ってないんだよね。ここでバンドのキングが出てるから。ただ、お相手のペース、お相手がお仕事を達成して、一段落ついたらって言ってる。まあ、なんて自分勝手なって感じだけど、急がなければ、お相手はちゃんとあなたとの関係に責任を取りたいって言ってるんだよね。
そんな感じかな。なんかね、ただ待ってるだけっていうのはちょっと辛いな。あなた自身も、まあ、こうね、お相手に依存的にさ、なって連絡を取ってないと、もう寂しい、寂しいってなってしまう方には、ちょっとね、お相手の恋愛の速度とかペースっていうのは厳しいかもしれないんだけれども、あなたがね、落ち着いてこう、安定したお付き合い、この大人のね、お付き合いみたいな感じのメンタリティとか気持ちの方向に向けたらすごいいいとは思うんだよね。じゃあ、カードからあなたへのメッセージ聞いてみます。でも、近い未来って言ってるから、あながちこの14日に連絡が来るっていうのは、結構時間が空いちゃってる方でも、結構これはリアルかもしれない。近い未来にねって言ってるよ。もう一回。前向きにこう音が運びそう。よかった。この14っていうのがね、さっきね、いろんな方がいるから、すごく離れてしまっている方にとって14日 ?2 週間って一瞬じゃないって思ったんだけど、ここでも、早くにって言ってるので、2週間では連絡は入ってきそうだね、これはね。2週間も待てないっていう方にはどんなメッセージを伝えてあげたらいいかな。ちょっとカード引きます。自信を持ってって言ってるかな。そうだね。14日なんてあっという間だよって言ってるかな。大丈夫だから自信を持ってって言ってる。そんな感じかな。もう一枚引いてみる？納得できない？難しいかな。そういうことか。ちょっと14日待てないとか待つのが苦手な方には辛口かもしれない。14日の間にお相手に何かこうメッセージを感情的にね言ってしまったこと言ってしまうとしたら、それは取り消しができないから、トラブルの原因になっちゃうかもしれないって言ってる。なので14日っていうのはね、待つのが苦手な方にはすごい辛い期間になってしまうかもしれないんだけれども、その時に出た言葉っていうのはね、取り返しがつかないから、静かに信じて待ってた方がやっぱりいいよって言ってるな。言葉を飲みましょうって言ってるんだよね。14日間何してよっか。よいしょ。よいしょ。新しいなんかあなたに14日間があっという間に過ぎるような、そうね、何か楽しみがこう楽しみと出会えそうだよ。そうなんか切り替えられる何かきっかけがあるって言ってる。だから今現在はね、こう例えば今このリーディングを見てくれたけど、
もっとさ、前から連絡が来なくて、もやもやしちゃったりしてたと思うんだよね。今日から連絡が途絶えちゃった人が、この動画にはたどり着かないと思うから、今まですごい待ってて辛かったかもしれないんだけども、だからこそまだ14日も待たなきゃいけないのって気持ちになっちゃうんだけど、なんかね、新しいきっかけがあるって、この先の14日を、なんかこう一瞬でね、こう過ぎちゃったみたいな、なんか夢中になれる何かに出会えるのかな。新しいお友達だったり、新しい趣味とか、あとなんだろう。だから、まあね、14日長いなって思うかもしれないんだけども、ちょっと楽しみにも出会えるって言ってるので、まあお相手はね、自分のペースでお仕事して、しばらくの間、もう少しあなたに連絡はできないかもしれないんだけれども、ちょっとこれから出会う楽しみっていうのを楽しみに過ごしていってもらえたらいいかなって思いました。はい。じゃあ1番さんのね、リーディングは以上になります。どうしようかな。コメント欄はね、もうカップがさ、たくさん最初に出て気持ちをすごい伝えてきてくれたから、どうしようかな。カップ、優勝カップみたいの絵文字ありましたよね。なんかそちらの絵文字をコメント欄に置いてもらって、もう2週間よりも早く連絡してきてもいいんだよっていうエネルギーでこうもう連打しといてください。ね、そうしましょう。それでは1番さんのリーディングは以上です。最後まで見てくださってありがとうございました。何かね、噛んじゃった。何か参考になるところあったら高評価ボタン、ちょっとでも気に入ってもらえたらチャンネル登録をお願いします。今は平日と週末の週2回に動画投稿してますので、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。それでは2番さんのリーディング始めていきます。じゃあ浄化します。お二人の距離感と関係性ですね。今現在のところを聞いていきます。1枚目、ペンタクルの4。2枚目、カップのナイト。おっと3枚目、ペンタクルのキング。なるほどね。このお二人、相思相愛なんじゃないかな。だけれども、ちょっとハードルがありそうだな、お二人の中に。手放せないものがあったりとか、まあお仕事だったりもするし、第三者とか、なんかそういった立場的なものとかかもしれないけど、ちょっとね、止まっちゃってる。相思相愛だと思う。すごい、お気持ちは、なんかすごい燃え上がってる感じ。燃え上がってるっていうよりかは、溢れちゃってる感じかな。なんか洪水までいかないけど、わーみたいな。うまくわかんない。伝えられないかな。そう、すごい気持ちに勢いがあるって言えばよかったか。そう。だけど、なんか、現実問題は動けないし、って言ってる。そんな環境の方なのかな。そうだな、遠距離の方とかもあると思うし、立場的なところもあるかもしれない。じゃあね、次。お相手のね、現状を聞いてみようかな。もうここでもなんとなく言ってはきてるんだけど、なんかね、お二人の関係が止まっちゃってる感じはあるんだよね。その物理的なところでね。
カップのエース。だけどやっぱり愛情はすごいもうさっき言ったけど、ドバーみたいな。そんなのがまた言ってるなカップのセブン。カップだらけだ。スター。お相手はね、あれだな。愛情を、現実にしたいって思ってる。あなたとの関係ってところから聞いてるから、今現在もうね、カップのナイトなんで、すごい盛り上がってはいるんですよね。だけども、現実を見れてないっていうところがここになってくるんだと思うんだけれども、夢見がちというか、そういったエネルギーが今すごく強くて、出会ったばかりとかの方もいるのかな。出会ったばかりか、あとは、出会ってから、まだお二人の関係が、なんていうのかな、完全に、完成する前にちょっと動けない現実っていうものを目の当たりにしてしまったとか、なんかそんな感じがするな。なんかね、お付き合いをしてて、そのお付き合いっていうのがあったとしても、まだちょっとね、浅いというか、そこまで深い関わりじゃない。だから深い関わり合いになる前に現実を目の当たりにして、ちょっとスピードダウンしないといけないなみたいな環境に気づいたとか、分かったとか、分かってなくても実際問題動けない状況っていうのになってしまってる。だけれどもお相手自身はどうしても現実はさておき、あなたとの恋愛関係とかっていうものに進んでいきたいんだよね。だけど現実は見れてないから、ちょっとそこに乖離があるかなっていう感じかな。そんなとこかな。お相手のね、あなたに対するお気持ち、そうだな、もう、思いっていうのは分かったんだけど、その他の、どういう感情でね、いるのかとか、あなた自身がお相手にとってどういった存在になっているのかを聞いてみようかな。ちょっとここ、夢見がちなので、もうちょっと現実的な、詳しいところ、聞いていこうかなって思います。ソードのクイーン。ラバーズ出た。もう大好きなんだね。ソードの4。なんかね、ソードのクイーンの時にちょっと感じて、あれって思ったところが、ソードの4でまた伝えてきたね。まずは、あなたは、お相手にとっては、もう、なんていうのかな。問題ないというか、もう、何もなく純粋にあなたのことは大好きだし、大切にしたいと思ってる。だけどね、ちょっとね、自分が決断をしないといけないっていうことも言ってきたかな。それがソードのクイーンにからも伝わってくるんだけれどもね。で、お相手にとってあなた自身がどういう存在かっていうと、やっぱり簡単な気持ちじゃ向き合えない相手っていう風に思ってるかな。ちゃんとしっかりと、この夢見がちってさっき言ったけど、そこの気持ちだけじゃ向き合っちゃいけない相手っていうのを思ってる。で、それをするには、今はすぐには動けないんじゃないかなって言ってるかな。今一旦、状況を整理して、決断をしてからじゃないと、あなたのところには行っちゃいけないって思ってる。そんな感じがするな。
うん。だから最初に言ったこう手放せないものっていうものがあるから、そこのことを言ってるんだと思います。うん。そうだな。あなたとこう前に進んでいくために今はするべきことがある。どちらかというと、それに向かわなきゃいけないし、向かわなきゃいけないって思わせてくれたあなたっていう感じが入ってくるかな。この真ん中にね、ラバーズがあるのもすごい意味深い。そんな感じで言ってる。もうちょっとね、思いのところ聞いてみようかな。ビジテーション。やっぱりあなたとの出会いっていうのは、お相手にとっては、そうだね、変わりがない、人って言ってるかな。ただ、だからこそ、きちんとしないといけないっていうところかな。オンリーワンだって言ってるんだよね。なんか、そうだな。自分の今までの人生に、こう、訪れてきてくれた人。そんなところかな。だから大切にしなきゃいけないって言ってるかな。なんか代わりがいないっていうのも入ってきた。だから失わないためにはちゃんと整えないとって言ってるんだと思います。じゃあね、唯一こうね、そうは言ってもお相手に葛藤とか後悔してることとかあるのか聞いてみようかな。こちら、カップの2。もう大好きじゃん。これは何かお二人、やっぱりあるね。なんかハードルがね。ムーン、そうだね。ソードのナイト、そうかそうか。なんかすぐに何かあなたに言わなきゃいけないことがあったのかもしれない。だけれども、それがなんか対応が遅くなってしまったこととかは言ってるかな。あと自分が不安に思ってることとかがあって、それをあなたにやっぱりこうすぐに打ち明けられなかったことを言ってる。なんか隠してたこととかあったのかな。なんか自分の気持ちとかも含めて、なんだろう、こう、わかりやすい表現をできなかったこと、しなかったこと、それによってすれ違いが起こっちゃったのかな。なんかお相手の行動で、お二人のすれ違いっていうのができちゃったって言ってるんだよね。なんだろうな。なんか些細な隠し事とか、些細じゃないかもしれないけど、きちんとこう説明ができなかった、っていうのを言ってるかな。で、お相手がなんでそうやって言葉を濁したりとかしてしまったかっていうと、それを伝えたことによって、あなたとの関係がこうどうなってしまうのか、終わってしまうんじゃないかとか、なんかそういう不安があって、表現できなかったことをお相手はね、後悔しているみたいなんだよね。でもラバーズも出て、カップの2も逆でもね、出てきてるから、そこの、なんていうのかな、こう、向かい合ってちゃんとお話ができなかったこととか、その、言えなかったこととか、あと逆に言うと、簡単に先走っちゃった言葉とかのせいで、
すれ違っちゃったとも言える。そうだな。なんか余計な一言を言ってしまった。ちゃんとね、説明、前後にちゃんとその言葉には違った意味があるにもかかわらず、そこの大切な部分を自分の不安なね、気持ちのせいで言えなくて、簡単な言葉でしかあなたに言わなかったことですれ違い、誤解とかが生まれたっていうのもあるし、そういうのでお二人がすれ違ってしまったことっていうのをお相手は後悔しているんじゃないかなって思いました。じゃあね、これ今日のテーマだと、お相手とね、距離が少しでも空いちゃう、長い人もいるかもしれないし、ね、まだ少し1週間、2週間とかの方もいるかもしれないんだけれども、お相手からね、この後どうしていきたいかっていうのを聞いていきたいと思います。ですの逆位置。ソードのキング。ワンドの5の逆。そうだな。どうしていきたいっていうのはね、先ほどここで出てきた、今はまだやらなきゃいけないこととか、整理しなきゃいけないことがあるって言ったじゃないですか。なんかそれのまま言ってるんですよね。で、そこを変化させたいんだけど、私いつもリーディングするときに3ヶ月くらいの感じっていうかなんていうのかな、サイクルとしてリーディングしてるんですけれども、ですがね、逆位置で出てきちゃったから、お相手が考えている整理をして整えるっていうのは、お相手はね、2、3ヶ月のうちだと難しいって言ってる。だけれども、そこはちゃんと、もう論理的に、もう間違いがないように慎重に考えてやるから時間がかかるって言ってるんだよね。で、それを急いじゃうと、トラブルというか、そうだな、あなたとの関係っていうのが悪化しちゃうと思ってる、お相手は。だからそれを避けるために、そうだな、もうしばらく時間が欲しいみたいな印象だな。そうだな。だから積極的に2、3ヶ月の間にお相手が行動していくっていうのは、そうだな。今のところお相手の中にはないのかなって、ちょっと厳しいけどね、思っちゃいました。だからここのお二人の間にあるハードルっていうものが結構お相手にとっては、重たいのかな。慎重に動かないといけないって言ってるんだよね。じっくり考えないといけないって言ってる。あなたと、そうだね。もうライバーズだったりカップの2だったり出てるので、あなたのことがすごく大切。ここにも言ったよね。唯一無二なんだよね、お相手にとってあなたが。だから変な方向には進みたくないって言ってんだよね。今すぐに手放すっていうのは、ここのね、手放せないものを今すぐに手放すっていうのはちょっと難しいって言ってるんだよな。じゃあ、今はさ、2、3ヶ月のところで見たんだけれども、全体的にね、お相手から連絡があるのか聞いてみようかな。これは期間どうこうとかじゃなくてね。
テンペランスの逆位置。ペンタクルの2。ワンドのキングの逆位置か。厳しいな。なんでこんなに気持ちがつながってるのに進まないんだ、お二人は。ごめんなさいね。結論だけ先に言ってしまった。ちょっとね、お相手からの行動っていうのは、2、3ヶ月より先でも、ちょっとなかなか難しいっていうのが出ちゃったかな。まあでもテンペランスなんだよな。お相手が積極的にっていうのはちょっと難しいかな。なんか無理に動かそうとするとやっぱりトラブルっちゃう感じはあるかな。あとはその場しのぎだったりしちゃうっていう感じ。しばらくは2番さんはきついのかな。ね、気持ちが通じてても動けないときは動けないか。困ったな。ちょっとお相手のこのね、動けないっていう未来に対してお相手はどんな風に感じているのかな。ちょっと聞いてみよう。お相手はね、まだまだ難しいよって言ってるんだよね。まだそうだな、先なんだって。お相手はやっぱりね、あなたに対しての気持ちはあるんだけれども、今自分はその気持ちをこう表現できる環境にいないんだって。でもずっと先に向かいにね、前にあなたとの未来があるっていうのはお相手も信じてる。だけれども今は自分は雲の中、自分が自由にこうできないって言ってる。切ないな。もうなんかそれをお相手は分かってるんだよね、きっとね。ちょっとルノルマンでももうちょっと聞いてみようかな。やだ。大暴れだ。鍵。鳥。太陽。お相手は今ね、フードを着たのがさ、お子さんがいたりする方もいるのかなって思ったんですよね。でもそうじゃないと知って、そうだな。お相手はでもね、やっぱり太陽出てるから、未来に対しては楽観的ではありそう。そしてあなたと話したいとも言ってる。なんか自分からは動けないけど、何かきっかけ
があったらそれですぐに動けるのにみたいなことを言ってきたな。何のことを言ってるんだ。なんかあれだな、このお相手は自分からどうこうっていう感じの人じゃないのかな。すごい慎重なんだのは分かったんだけど、あんまりなんかね、行動的な人じゃないなって、積極性っていうのはないかな。受け身な人が多いのかな。ね、さっきもここ現状も自分は受け入れてるって言ってたので、そうだな。ちょっとこれ、あなたから動いてほしいのかな。なんかそれか、なんか、待ってる感じがすごいするんですよね。そうだな。これどうしよう。ちょっともっとお相手のなんか引っかかるんだよな。お相手のちょっと望み聞いてみようかな。お相手がどうしたいのか聞いてみよう。ワールド。ワンドの6。ワンドの3。やっぱりあれなのかな。お相手はね、もう今ある現状から進みたいって言ってる。進みたいんだけれども、自分の手で掴むっていう印象じゃないね。これはね、ほんの一部の人だし、ただの例えなんだけれども、例えばお相手が、ご結婚されてる方だとして時に、自分から離婚をパートナーの人に言いたくないみたいな、そんな感じ。これがね、結婚してなくてもですけど、そんな感じかな。次には進みたいんだけれども、自分の手で掴もうっていう積極性っていうのはあんまり感じない。だからここにも言ってたもんね、こう受け入れてしまってる。そんな感じがあるかな。なんかあとはここ今触ったから感じたんだけれども、自分から動くとトラブルになりかねないっていう、今すぐ動くとトラブルになりかねないって言ってたのにも重なるよね。あとは例えばね、遠距離でこう遠く離れたところに住んでる方だとしたら、お相手は積極的にこう職場を変えて、あなたの近くに引っ越すとかっていうのは考えてなくて、ワンチャン会社からの移動とかないかなとか、ワンチャンなんかどっかから転職のオファーないかなとか、なんかそういうのを待ってる印象かな。そうじゃなくてっていう人、あとどんなのがあるかな。だとしてもどちらかというと変化は欲しいんだけれども、もうはっきり言うと自分からは行動はしない。なんか自分で積極的に掴むっていう感じはしないんだな。待ってる感じ。困ったね、この人は。じゃあね、カードからあなたに対するメッセージ。このね、曖昧なこのさ、お相手。すごい気持ちはあるけど、それを積極的に表現してこない相手みたいなので、あなたがどうしたらいいか聞いてみよう。おっと、どんだ。
だ。こちら採用します。イエス。私が今思ってたのは、吹っ飛んだことで忘れてしまった。もう一枚引きます。レッドゴーか。そっちか。今、レッツゴーって読んじゃった。レッドゴーね。まあ、そうだよね。だってさ、気持ちはあっても、こんな積極的に、ね、常に受け身でいる人はさ、待ってなくていいよ。うん。そうだな。もう一枚引いてみよう。これは出過ぎ。上だけ引きます。なんかパーフェクトタイミング。今もう、お相手を手放しちゃえって言ってる。そうだな。なんかそんなことを言ってるな。かといってさ、そんな簡単にいかないのがさ、人を好きになってしまった心なのよ。ねえ。したらもう一枚引いてみようかな。カードからあなたへのメッセージ。何から始めたらいいか教えてほしいな。何から始めよう。奇跡があるよって言ってるよ。あれ？今ね、これ引いて感じたのは、近々新しい出会いとかがあるのかな。なんかそんな感じがした。だからパーフェクトタイミングなのかもしれない。奇跡的な何か。ここでも優先順位を言っているから、やってみたらいいかも。なんか、積極的に出会いの場とか、出会いの場っていうね、具体的な何かそういう行動をしてみようとかじゃなくても、出かける機会を増やしてみたりとか、なんかそういうちょっと人と普段こうね、合わないような生活をされてる方だ、例えば、ね、テレワークだったりとかって今、ね、人との出会いが少なくなってると思うんですよね。コミュニティがね、狭くなってるから。なんかそういう方とかだったら、お外に出てみたりとか、なんか自分の時間の使い方の優先順位っていうのを、ちょっと新しい出会いとかの方向に進めてみたらいいかもしれないね。例えば、なんか外食する機会を増やすとかね。それとか、あとお友達のお誘いは、こう、2回に1回断ってたものを、1回参加するとか、そんな感じ。なんかちょっと動きを変えてみるといいかもしれない。優先順位をちょっと変えてみてって言ってる。そんなところかな。これはちょっとね、新しい出会いを感じたよ、私は。ね、もういいのよ。こういう、なんか、なんていうの？自分のね、こう、欲しいものを自分で手に入れられないタイプは、もう、失ってから気づけばいい。ほんとそんな感じがするな。だって手放せないものあるんでしょ？ああ、そうですよね、そうですよね、みたいな。そんな感じがする。なんか、後から太陽出して、なんちゃらかんちゃらとか、知らないって。それでいいと思います。一旦ね、多分、急に手放そうとするの難しいから、一旦一個だけ、こう、違う、いつものリズムと違う動きっていうのをしてみるといいかもしれない。だって受け身なんだもん、この人。ね、かっこ悪い。ね、勇気を出してきてくれたらいいんだけど、
その感じは今のタイミングではなさそうなので、待ってなくていいですよって言ってます。はい。で、こんな感じになりましたけれども、2番さんのリーディングは以上です。どうしようかな。私はね、こういろいろなんか大好きとか言ってきたけど、未来の出会い、奇跡的な出会いとか、これ、シンデレラのあの人に見えた、私、今。かぼちゃの馬車出してくれる魔法使いのおばあちゃん。そう。なんかそんな感じがする。だから、そうか、別に出会いを求めなくても、あなた、例えば、美容院行って、いつもと違うさ、髪色に変えてみたりとかさ、なんかそういうシンデレラ的な見た目のこうバージョンアップとか、そういうのでもいい気がする。お洋服を買ってみたりとか、なんかそういうシンデレラ的な変身もありかも。なんかそういう風に見えた。どうしようかな。魔法使いの杖がいいな。そしたら、杖じゃないや、スティックこれね。これを絵文字にしてもらって、はい。なんかこう、キラキラしよう。もういい、この人。ね。やってみよう。そんな感じです。コメント欄、ぜひ、魔法のスティック、置いてください。はい。じゃあ、こんなところでね、終わりになります。何かね、参考になるところがあったら、高評価ボタンを押してください。で、ちょっとでも気に入っていただけたら、チャンネル登録まだな方、チャンネル登録をお願いします。あと、コメントもすごく励みになってるので、はい、もしよろしかったら、お時間いただけたらと思います。で、今はね、平日と週末の1回ずつ、週に2回動画投稿しているので、もしよかったら、また次の動画でお会いできたらと思います。じゃあ今日も最後までありがとうございました。バイバーイ。それでは3番のカードを選んでくださった方のリーディング始めていきます。それでは浄化します。それでは早速始めていきましょう。今現在のお二人の距離感や関係性聞いていきたいと思います。こちら、ペンタクルのページ。ソードのキング。カップのページです。ちょっとお二人離れちゃってる感じがやっぱりするね。なんかこう、すれ違い気持ちが芽生えたけど、どういう風にお二人がそれを育んでいっていいかがわからなくて、ちょっとぼんやり離れてしまった感じがするかな。なんかお別れしてしまったっていうよりかは、ぼやっと離れちゃった感じかな。お相手がだんまりしたのがすごい入ってくるな。この先どうやって関係をこう育んでいったらいいのかわからないっていう、そういうカードが出てきたな。なんかその関係自体を放棄してしまって離れてるっていうよりかは、どうするべきかみたいなことが入ってくる。お相手の現状を聞いていこう。ペンタクルの6。ワンドの2。
ターの逆位置。お相手は今、そうだな、なんか、現状から変わろうとしてる。例えば、お二人の関係のことだと思うんですけれども、お相手に今、あなた自身が、ちょっと依存してしまってる感じがあるのかな。なんかその関係を違う形にしたいのかな。それとも、まあでもすごい考えてるからな。なんかその感じがすごいするんだよな。あなたに対して、なんかこれ以上時間とかお金とか、今まで与えてきたようにはできないって言ってるんだよね。できないっていうか、なんていうのかな。そのままじゃダメだっていう感じ、を言ってる。それか、もう全然そんなんじゃないよっていう方は、お相手が、まあでもな、お相手があなたにやっぱりこう尽くしてたこと、お金でもなくて時間でもなくてだとしても、現実問題のお相手のエネルギーとかそういったものをお相手があなたにこう与え続けるっていうのが、今そういう状態であるけど、変えていきたいってちょっと考え始めてる。まあここでも考えてるって言ってるんだけど、それを言ってるな。で、こう関係を壊したいっていうよりかは、そのつながり方っていうものに疑問があるから方向転換したいとか、ちょっとずつそのお付き合いとか、こうお二人の向き合い方の方向性っていうのをこう変えていきたい。なんかそんな思いがあるって言ってるかな、今現在お相手は。なんかね、こう物理的なお相手の現状とかっていうよりかは気持ちがすごい入ってきたんですよね。じゃあね、こう気持ちの部分であなたに対してどういった感情があるのか聞いていきます。こちら引きます。ワンドの7。エンプレス。スター。すごい、なんか、わかる、この気持ち。お相手にちょっと共感してしまった。あなたのこと、あなたに対する愛情っていうのはね、こう、エンプレスが大好きだよって、ここにハートあるでしょ？言ってるんだけれども、お相手はね、あなたの、そのね、まあ、ここが可愛いところでもあるんだよって今言ってるんだけどね。感情的なところっていうのが、ちょっとね、プレッシャーに思ってしまってる部分もあるみたい。そう、だけど、そのわがままが可愛いし、そこが愛おしいとも言ってるんだよね。だから、お相手は一生懸命あなたに尽くしたくなっちゃうんだと思うんだよね。だけれども、あんまりそればっかりだと、やっぱり辛いから、ちょっと変化があったらいいんだけどなっていう気持ちでいるみたい。
多少のわがままは好きみたいですよ。そうだけど全部が全部それだと辛いなって言ってるかな。もう少し変わってくれたら嬉しいなみたいなのを言ってきたな。どんなところが好きなんだろうね。でどんなところがちょっと辛いんだろう。ちょっと聞いてみよう。好きなところ。あなたにつながりを感じてるんだね。であなたのわがままっていうのがなんかね、わがままそのもの自体が結構グッときてる。なんだこの矛盾。わがままは好きみたいよ。変なの。わがままなのはいいんだけど、その案外わかんないよね。そんなこと言ったってさ。好きなんだってなんじゃこりゃ。そこに最初惚れたって言ってる。なんだなんだもう勝手に自分で処理しなさいよって感じだよね。だってそこが好きなんでしょ。だけどなんかあんまり続くと辛いなって言ってる。だからそのことでお相手は今自分の中の葛藤で言葉が今止まってる、やり取りがこう続いてない、どういうふうにこう続けていったらいいのかが分かんないみたいな、そんなところを言っていますね。じゃあこりゃで、じゃあお相手がねこの葛藤をさこう自分でどう感じているのか聞いてみようかね。ワールド全然なんじゃこりゃ。全然受け入れてますよ。全然受け入れてるんだけど、これお相手あなたのわがままって言ってるけど、だいぶお相手もわがままだよね。だってさ、自分で好きなんだけど辛いって言ってさ、勝手にさ連絡をさ止めているわけでしょ。なんじゃこりゃねえ、変な人。でも受け入れてるから全然受け入れてるから、あなたそのままでいいかもしれない。もう一枚引きます。ジャッジメントもう自分で解決してくるっぽいです、この人は。ただ多分考えたいだけみたいですね。多分このジャッジメントはお相手自身がこうワールドとねジャッジメントっていうもうめっちゃ強いカード、変化、お相手自身の心の変化っていうものをすごいここで言ってるんだよね。だから自分が望むそのこうね自分が尽くすばっかりじゃ嫌だなとかって思ってプレッシャーに感じてるっていうその自分を捨てて起きろって言ってんだよこのカードは。だってねそれが好きでねお二人の距離が縮まっているわけだから、そこにこう気づきなさいって言ってでラッパが鳴るんだよ。だからお相手はそういう風にこう変化していく自分っていうのを多分この後受け入れてバージョンアップしてパワーアップするんじゃないかな。何も心配なさそうだな。お相手の方が変化してきそう。じゃあね、今後お相手がどうしていきたいのか。でもどうしていきたいのかは自分が変わりたいって言ってるので、そうだな。お二人のこの後の流れ聞こうかね。おっと、これ引きます。ワンドのナイト。ペンタクルの9。ラバース。めっちゃハッピーじゃん、3番さん。
お相手が不器用ながらにも動いてきます。そして、なんだかんだあなたに与えるのばっかり、なんか辛いなって言いながらも、多分そこは、こう、なんだかんだ感じながらも継続してきそうですね。なぜならあなたが大好きだから。ただ、お相手がね、これね、逆で言ってきたんで、定期的にこの悩みっていうのにはお相手自身はぶつかっていきそうなので、定期的に連絡がちょっと止まったりっていうことはあるんですけれども、あるっていうか、あるって出てるんですけど、ただ最終的にあなたの手は離したくないから、また動きはありそう。なんかこう、そのサイクルっていう感じがするかな。まだね、これワンドのね、ナイトがね、こう、過去をさ、まだ気にしてるんだよね。その過去っていうのは自分がこうやってここで乗り越えるじゃない？バージョンアップするんだけれども、その前の自分の思いとかっていうのにちょっとまだ引っかかりが残ったまんま、少しだけね、残ったまんまバージョンアップするから、たまにバグが起きて過去のその思考っていうのが戻ってくる。だけど、いや自分はそれを手放すって決めたんだとか、そういう思考に変わってるから、あなたの手は離さないんだけれども、たまに何か喧嘩とかね、あったりとかした時に、前はこういう気持ちでいつも俺ばっか、私ばっかりっていう気持ちがこう戻ったり行ったり来たりするよっていうことを言ってるかな。ただまあそれを繰り返すことによって人って慣れていくから、そういう時間っていうのもなくなっていくと思う。だってあなたのそういうところが好きなんだもん。だからね、今もしかしたらこれ喧嘩しちゃってて冷却期間みたいな感じで離れちゃってるのかな。まあそうだろうね。積み重ねるためにはどうしようみたいなで考えてるっていうから、そういうことなんじゃないかなって思いました。じゃあ実際問題、お相手からね、こう連絡っていうのが、まあここでも来るようなことを言ってるから来るとは思うけど、ルノルマンカードでも引いてみましょう。ちゃんと来るね、これは。これは違うね。なんか、その自分のこのネガティブなね、感情っていうのはもう、ここでもほらさ、目覚めのラッパが鳴って切り離して次に上がってくるって言ってるのと同じこと言ってる。ちゃんとそこは、一旦こう区切って、これはお相手からのアクションだなって感じました。リング出た。約束するって言ってるかな。約束するって言っても、このね、ワンドのナイトが逆さまでさ、こうちょっと振り返ったりするって言ってるので、その約束はもう誓いっていう大きなもので捉えちゃうと、あなたが多分、辛くなっちゃう、責めるポイントっていうのが出てきちゃうから、そうじゃなくて、そんなこと言ったねみたいなくらいのこう約束というか意思表示と思ってあげたらいいかなって感じた。なんかすごい強い約束っていうよりかは、こうなんか子供がさ、例えば宿題やってからって言ってやるって言ってやらないみたいな、そういう約束ぐらいの話やと思ってあげたらいいかなって思いました。連絡は来るね。で、多分もうそんなことしないとか、連絡しないとか、連絡しないっていうことをしない、なんていうかな、ちゃんと連絡してねって言ったら、分かった、するって言うと思うんだけども、多分お相手はまた連絡をできなくなる時が来るから、あの時連絡するって言ったじゃんみたいな、だから仲直りしたのにみたいな感じになっちゃうとあんまり良くないから、宿題やりなさい、やったとか言ってやってないみたいなくらいの、口
なんで約束ぐらいに受け止めてあげたら、多分お相手は、連絡、なんていうのかな、途絶えた時もちゃんと連絡してくるって思いました。なんか伝わったかなそんなところかな。じゃあカードからあなたにメッセージ最後に引いていきましょう。じゃーん。もう大丈夫だもん。もう何にも問題ない。例えば、さっきも言ったけどさ、連絡止まっちゃってるけど、そういうところがね、繰り返される可能性がここで出てきたんだけれども、そこが底辺。だから連絡がちょっと途絶えるのがただの底辺。だからお別れが来るとかそういうのはあなたたちにはなさそうなんだよね。これから楽しいことが起こっていくって言ってるから、そんなに悲しんだり悲観的にならなくても大丈夫だよって言ってる。もう一枚引こうかね。もしあなたが今こう落ち込んですごく辛い睡眠がなんかちゃんとできないとか、ご飯があんまり食べれないとかでなっちゃってる方も中にはいるのかなってここで思ったんですけれども、その状況っていうのは回復していくよって言ってる。だからこれと一緒だよね。今がすごい辛いかもしれないけど、ここから浮上していく。それを言ってる。心配しないで大丈夫だよ。フォーギブネス。喧嘩だね、やっぱりお二人。ちょっとなんか言い合いじゃないけど、こう、なんていうの、全部が全部強い言葉での言い合いとかじゃなくても、お互いの意見の相違っていうところで、こう、離れちゃったりとか、連絡が途絶えてしまったりしてたとしても、お相手はあなたが感じてることとか、その時は理解できなかったかもしれないけど、今距離を置いていることによって、あなたの言い分っていうのも受け入れられてるって言ってる。私、多分ね、これあなたに対するメッセージだから、あなた自身も冷静にね、こうやって気持ちが回復してったりとか、ご飯食べれるようになったりとか、眠れるようになったりとかしたら、お相手の言い分とかも、なんか、あの時ちょっと言い過ぎちゃったかな、みたいな気持ちとかもこれから生じてくるんじゃないかなって、そんなことを言ってます。ね、冷静にさ、静かに考えるといろいろ見えてくることってたくさんあるから、ね、そんなことをカートさんは言ってます。それでは3番さんのリーディング以上になります。コメントはもうさ、リングでしょ。ね、コメント欄にリングの絵文字を置いて、ちゃんとお二人ね、多分仲直り本当にできると思うから、信じて、コメント欄にリングの指輪連打しておいてください。最後まで見てくださってありがとうございました。何かね、参考になるところがあったら、高評価ボタンと、ちょっとでも気に入っていただけたら、チャンネル登録、まだな方はチャンネル登録もお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。